アメリカからの独立じゃないけども、日本もちゃんと日本で軍隊持って、自分たちで守りなさいよってこともあるし。さん、はい、先日、はい、総理大臣の動画を上げたじゃないですか。そこでもしトラとかほぼトラとかもしトラほぼトラ、ワードが出てきたと思うんですけど、流行語大賞なんだ出たのね。そんな感じね。そのトランプさんがこう大統領になった場合、日本にどういう影響があるのかっていうところをもっとさらに掘り下げて聞いていきたいと思ってるんですけど。アメリカってやはりアメリカの大統領が決まることによって日本も世界中も全部変わっていくと思うんですよ。まだ影響力があるので。で、各国がやっぱり望んでるのは日本も含めてそうですけども、やはり前回も言いましたが、経済力がいかに上がるかっていう。で、それをね、ちゃんと分かってるのがトランプさんなんですよね。だからまず、トランプさんが日本の何を見るかですよ。一番は。例えば日本のその税制がどうとかっていう、そのいわゆる税金のシステムを見ていくのは私たち考えるじゃないですか。税金を上げろ下げろ、消費税がどうだとかいうことには、口は出したくないと思うんですよ。それよりも、元々の日本の文化って何なのっていう。彼はビジネスマンだから、そこを見ていくはずなので、僕はトランプさんが、大統領になったら、あんまり表立って見えないかもしれないけど、下町産業が復活していくと思います。そこにやっぱり入れていくと思います。日本ってやっぱり下町パワーすごいんですよ。あとはマニファクチャー、自分たちで作っていく、いわゆる、手工業がすごく強い国。あとは、その農家に関しても、もっと僕はトランプさんはいろんなアイディアとかね、提言をしていくんじゃないかなって思います。それが元々の日本のやっぱり国としての力だったと思うので、そこは一番トランプさんに変わった時に変わるかな。なるほど。そんな気がするな。非常に頭がいい人だからね。自分がセンセーショナルな発言をすることによって注意を引き、で、結構ドラスティックな、とても強いものの言い方はするけども、意外とでも、穏便に最終的にしながら、みんなが経済的に良くなることを考えていらっしゃる方かなっていう気ますね。変なダンスも含めてそうですよ。トランプダンスも含めてね。あんまりあれかっこよくないそういう意味では、トランプさんになった方が日本は経済的には安定するかな。あとやっぱりアメリカからの独立じゃないけども、まあアメリカと今は同盟国と言いつつも、主従関係あるじゃないですか。主従関係があるけども、それがまあだいぶ緩和されていくのかな。その代わり日本もちゃんと日本で軍隊持って、自分たちで守りなさいよってこともあるし、あとは日本のロケット産業って意外と今すごく伸びてるので、ロケット産業に関してももっと支援するかなっていう気はしますね。支援っていうと技術的なことですか？まあ技術支援もそうですし、まあ今ってどちらかというと日本の企業がスポンサーになっているのが多いでしょう。やっぱり海外企業も日本の方のロケットが早ければね、それは絶対そっちの方にやってくれた方がいいし、今だとロケットも既得権になってるから、例えばアメリカが飛ばせばアメリカの既得権、ロシアが飛ばせば日本がってなりますけど、そういうのがどんどん変わっていってるので、そういう意味では僕はグローバル化してるかなっていうところあります。ロケットに関してもね。日本ってやっぱり地理上どうしても太平洋に近い分だけロケット飛ばしやすいんだよね。どうしても地球が回ってるんで、ロケット失敗した時に変なとこ落ちたら困るんで、太平洋に落ちた方がいいので。なので一番飛ばしやすいの日本で。だから種子島の方に。そうです。ちょうど今日のね、撮影日の、朝にね、民間の初の宇宙ロケット飛ばしちゃったって飛ばしたけど、もう5秒で失敗というか、爆破した、なんかもうそのまま飛行させないために爆破したっていうふうに言われてるんですけど、和歌山の方で、そういうのとかも含めて。まだまだその既得権の戦いになってるからね。飛ばされちゃうと困るし、成層圏に達するまでの技術って大変な技術なんですよ。で、9G かな ?10G ぐらいかかっちゃうので、で、9G ってもう人間くしゃくになっちゃうので、死んじゃうので、それに対してやはり飛び上がっていく力っていうのは大変なことなんですよね。あとやはりロケットを飛ばすっていうことに対しての、やはりそのスポンサーがお金を出していく力ってすごいでしょう。それやっぱり経済力っていうのも見るでしょう。ただ必ずしも
成功しなくてもいいんですよ、ロケットって。なるほどね。こうやって打ち上げていくことが大事なんですか？打ち上げるために何度も失敗することがデータを作ることなので、まあ、前の、例えば、フォン・ブラウンがね、そのドイツにいた、フォン・ブラウンって人がいるんですよ、ロケットの父。フォン・ブラウンがドイツにいた時に、まあ、ドイツで先にね、ロケットやってたじゃない。で、戦争負けた時に、アメリカがフォン・ブラウンのその資料をどんどん、ビデオとかも全部ね、失敗したやつとかも撮ってるものを全部隠しちゃった。これも機密保持法で最近見れるんですよ。向こうのコミュニティの人とかが普通に売ってるので、僕らでも見れるんだけど、1回で多分ね、100億円とか失敗するんですよ。それをもう何百か何千回って失敗してるので、ある意味そういう意味では、ドイツはものすごい勢いでお金をかけて作って、それで戦争が負けたことによってアメリカが持っていってっていうことがあります。で、その、また5、6倍の技術進歩で今日本がやってるでしょ、弱者がね。で、もっとそれでもお金かけないで、ホリエモンがやってたりとかするんですよ。すごいね。ホリエモンさん。まあ、ホリエモンさんはいつからその宇宙にね、行きたいって言ったかわからないけども、まあ本人曰く、最初の彼女と付き合ってた時に言ってたって言ってたから。いつの話なんでしょう。わかんないけど。あんまり知りたくもないけどね。10代ですかね。まあトランプさんの話に戻ればね、まあそういうところの方にも、まああんまりまだ皆さんが注目してないところの方にも目向けていくのがビジネスマンなので、まあ今日本の中で滞っているいろんなものが動いていくかな。下町文化をね、もう一回戻そうっていう考え方で。でもあれですよね、今インバウンドで外国人の方たくさん来てて、日本人が見に行かないようなところを自分たちで検索してものすごく行くじゃないですか。その視点って結構ものすごいヒントがあるのかなっていうのがあるのでね、そういうの多分残っていくのかな。不法移民とかの問題はトランプさんになると、やっぱそこから今アメリカの国民ってもちろん経済はもちろんですけど、そのもうほぼほぼ同率で気になってるのがやっぱ不法移民のことなので、多分アメリカの不法移民の問題が解決されると、今日本でもちょっとね、いろいろ問題がまだ小さいですけどあるじゃないですか。だから市民権として、例えば国籍を与えてっていうのはまだ日本 0.5% なので、全然少ないだろうっていうのはありますよね。逆に日本が人口減ってる分だけね、もっと増やせよっていうのもあるし、実際にアジアから入ってきてる技術者たちが、まあ、自分たちはそこで働けるけど、本当は家族を呼びたいわけですよ。日本ってやっぱ安全だし、食べ物も美味しいし、こんなところだったら家族も呼びたいよっていうの、今できないのね。日本の法律上できないんですけども、そういう緩和は言ってくるでしょうね。どうしてもやっぱり1億人を切ることはもう間違いなくなったわけだから、あと40年後には。その前には、ちゃんとそれはやはり人口を増やしていかなきゃいけないので、そういうところは日本が今抱える問題としてはね、トランプさん考えてると思いますね。2008年以降、動いてないから日本全然。もうやがて十何年、こういうもう人口減少始まってるけども、実際まだ動ききれてないから、一時的にね、今コンビニ行くとね、外人さん増えてますけど、あの人たちもずっとここにいられるわけじゃないので、それがやはりちゃんとね、移民という考え方だとあれだけども、もうちょっと最初の段階として、素性も全部調べてっていうことはするでしょうね。アメリカはね、そもそもがみんな移民なんで、もともとがネイティブアメリカンのね、人たちの国なんで、移民に対して弱い国なんですよ。文句言えないの。自分たちが移民だから。もともとイギリス人でしょ。もともとオランダ人でしょっていうね。そういう考え方があるから、どうしてもその移民に対しては弱いよね。今だからベネズエラのね、それこそギャングが入ってきてニューヨークは大変なことになってるんで、それこそ警察もね、少なかったじゃん。コロナの時にだいぶ解雇されて、あんだけ治安の良かった僕らの知ってるニューヨークが、今州兵が入ってきてるらしいよ。日本、アメリカのポリスじゃないですよ。州兵が入ってきて、警備してるんですよ。州兵ですから、もう、ポリスを超えてますよね。それぐらい今、アメリカが抱えるその難民の問題。まあ難民はまたヨーロッパありますけど、移民の問題っていうのは、結構ね、ちょっと根深いんでね、日本とちょっと違うんですよ。日本が受け入れる場合は、
日本はそこまで責任はないので、あれだけども、アメリカは言えないっていうところがあるから、大問題になるだけであって、皆さんが考えるほど、そんななんていうのか、アメリカが今抱えてるようなギャングが入ってきても文句言えないじゃないけど、ギャング化した人たちを取り締まらないんじゃないけど、いうところまでいかないから。ただ日本的な情緒がない人たちが来るので、そうですよね。それだけでも僕ら嫌悪感を感じてしまうもんね。これが大きいぞとかね。儒教国の方々からね、まず同じその宗教観を持っている人たちが入ってくると一番いいのかなと思いますけどね。ヨーロッパとの関係は変わっていくでしょうね。やはりその今ロシアと日本ってちょっと仲悪くなっちゃったけども、まあトランプさんは間違いなくロシア寄りになっていくので、で、今 NATO の問題っていうのがあってね、NATO 状況わかる、NATO の問題があって、今アメリカが入ってるんだけども、そこから抜けるよっていう話もある。話もあるし、まあ要はお金がないんですよ、アメリカ今。お金がないから、あっちこっちにそういうところに今首突っ込んでる場合じゃないし、自国の立て直しでしょ。それよりも今もう自分たちのその、例えば西海岸で言うとサンフランシスコなんかも薬害で大変なことになってるし、泥棒ギャングが増えてるし、そこから解決したいわけですよ。そうしないと国が国ごとおかしくなっちゃうので、っていうところの弾まかな。トランプさんそこに集中するので、逆に私たち日本人は、まあトランプさんが支援する部分も出てくるかもしれないけども、自分たちも自立を考える時期が来るかなっていう気がしますね。ほぼドラなんで、そういう時代が来るってことはみんなね、分かってた方がいいかもね。2016年かの時に、大統領選があって、ヒラリーとトランプ。ね、あの時点で実は、全然トランプ勝てなかったって知ってました？実は。もう、ヒラリーって決まってたの、ほとんど。でも、なぜかトランプ勝っちゃったよね。で、2020年になって。で、その後、なぜか、次はトランプだよねって言ってたのに、バイデンさんになっちゃいました。バイデンになったよね。で、今度もまたほぼドラでしょ？なんでこういう流れになっちゃうかわかる？これ歴史を見ていく上でね、今後私たちが理解する上で、これ都市伝説の話じゃないですよ。あくまで僕が客観的に見てる目で言うとね、まずアメリカって軍需産業じゃないですか。軍需複合産業。要はアメリカの政治の中でいわゆるまあ重要なお金出したりとかいろんなことをしている部分に、まあ軍に関係する軍需産業多いんですね、基幹産業。で、当然それは兵器を作ったりとかして、その兵器作ったものに対してはアメリカ必ず買ってくれるわけですよ。納期をちゃんと守ってくれれば。支払いも 100% してくれるでしょ。で、それが戦争の年はすごい儲かるわけね。戦争がない年は決算ができないよね。会社だから、みんな。そしたら、決算がないと会社は困っちゃいますよね。ちゃんと株主も見えるし。そしたら、どっかで戦争を起こしてほしいですよね。で2016年の時点で、じゃあヒラリーさんとトランプさんの場合は、ヒラリーさん戦争しづらいよね。女子だし。一応。女性でやっぱり戦争っていうのはない。表立ってはそうですね。で、まあ、シャバの絵が立ったのかなって気がする、トランプはね。で、やりました。で、実際に彼は、期待通りに、各いろんなところの紛争地帯に、どんどん空母を入れてったの。そういうこと北朝鮮でもやったんですよ。で、北朝鮮って誰も怖がって手つけなかったけど、なんとグイグイ行ったから、向こうビビっちゃって、すいません、首脳会談 しますって言って、やったよね。初めてアメリカと。それはやっぱトランプの力だよね。力が強いからアメリカは。それをもう徹底的にやっちゃったの。そしたら、トランプの時代って、実は戦争がほぼなかった。ね。そしたら、軍事作業は困っちゃうんですね。あれ ?4 年間決算が赤字になっちゃったよね。でないよね。それ次またトランプに決まりそうだったじゃん。そしたら、なんか、次の大統領は、これ、すいません、バイデンさん、こういうの作りたくて、こういうのどうかわかんないけど、みんなが良くなるのかじゃサインするよっていう、ちょっとね、そういう少し、ぽーっとした人の方がいいよね。そう、バイデンさん、人は優しそうだもんね。いい人だと思いますよ、僕は。だけど、そういう方がなって、でも実際じゃあ今のバイデンさんが各国にいろいろなことを考えて、紛争したり仲裁したり、もしくはまあ戦争って自分たちが攻める部分と、
あとは自衛のための戦争と政策戦争ありますけども、その中で、まあ、あんまり攻めていく戦争ダメだけど、自衛の戦争とか政策戦争はできる。そういうのが、いわゆる、まあ、バイデンさんが今できるかというとできないですね。ってなった時に、やはり次は、まあ、トランプなのかなっていうことですね。もうこれ分かってると思いますけども、日本の常識で選挙に不正がないっていうのは当たり前なんですよ。世界の常識では選挙不正普通ですから。これ僕が言ったことじゃないですよ。そういうふうに誰か言ってました。僕もね、と思ったけど、それが普通みたいですよ。だからそういうふうに考えていくと、やはり自分たちがやるリーダーがね、経済を作っていくという意味ではどうかなと思いますよね。だって、どう考えてもオバマさんなんていうのはね、そうですよね。ね、平和なんとか賞もらったわけでしょ。もらったけどね。一番ね。ね、かけ離れたことされた方ですよね。あれなんですよ。あまり大きい声で言えないですけども、ミサイルの値段の原価っていうのは10万円以下ですからね。撃つと一発4000万ですから。だからどんだけのそれ産業かっていう。なるほど。皆さん調べてください、自分で。ね、これね、あんまり僕の話ばかり聞いてね、人に言わないでくださいよ。ちゃんと自分で調べて、気になるようにわざと言ってるんですよ。みんなが気になって、自分たちの頭で調べていく。自分たちの努力で調べていくことが大事なんですよ。で、自分たちなりに調べていくと、知識と知識がつながって、それが教養になります。で、教養を人に伝えたときにニュースになるんですよ。だからそれはね、やはり自分でニュースを作れるまでになると、ちゃんとそれが判断できる材料として自分のニュースを持てますからね。っていう意味で話をしてるの。何も怖がらせるために言ってるんじゃなくて、僕は僕なりのニュースを持ってるんですよ。ただそれをね、僕が調べている先にみんなが調べてなかったら、お前都市伝説だろって話になっちゃうから言えませんが、さっきのヒラリー・の話とか、オバマさんがどうとか、バイデンさんがなんとかかんとかとかいうのは、いろんな人がニュースで喋っていることなので、いろんな人のニュースを聞いてね、判断していただいて、怖がるんじゃなくて、今後の考え方として、なるほどって、いさかいあって、あの国が嫌いだから戦争するというよりは、もっと違う理由があってやってるんだなっていうところが分かれば、いさかいでやってないってことであればね、その違う理由に対する問題点を解決していけば、戦いはなくなるんだな、人が死ぬことはなくなるんだなってことが分かってくると思うのでね、そこを分かっていただきたい。僕としては。やっぱり日本人はどこまで行っても、ね、どんなに税金とかいろいろね、問題目の前あっても、他に比べると平和ですもんね。日本のやはり、この間 CNN でもやってたけど、日本に来たその人たち、外国人の人たちが来るでしょ、メディアの人とか。1ヶ月ぐらいじゃわかんないけど、3ヶ月半年進んだら、こう日本の文化を世界に持ってった方が絶対いいんじゃないってみんな言い出すんだ。アメリカ人なんですよ。CNN がやってたんですよ、これ、テレビで。特集して。それぐらいやはり日本っていうのは分かってないんですよ、世界の人たち。ただ親切だなとか、ただおもてなしだなってね、ゆり子はおもてなし言うから、ゆり子さんが、そこばかりになっちゃってるけど、違うんですよね。そのいわゆる儒教の中に進化した宗教観から超えた文化になってるので、こういう文化は今後日本のその文化世界中に広めるべきだよって、あんなお堅い CNN がね、やってたぐらいですから、僕はまだまだ日本っていろんな人たちが知っていってね、考え方生かしてほしいよね。ですよね。その日本がちょっとネガティブになってるの悲しいよね。アメリカも行きたい今だ。そうですね。だからそれこそ私はもうコロナ前の、ニューヨークに行ったのがアメリカは最後なので、今もうね、どんな風に治安だったり、日本人への見方だったり変わってるかは、はい、高校生が最後。高校生の時、あんちゃん行ったね。はい、なので、まあ行ってみたいですね。楽しかったよね。楽しかったです。私なんかね、あやねさんが友達、親友を連れてきたので、もう、ニューヨークのセントラルパークの中にね、アイススケートリンクがね、多分全部どこかの動画で話したかもしれませんけど。もう一回言っていい？そこでね、
あやねさんも滑れるし、お友達も滑れるの。私ね、滑ったことないんですよ、一度もね。初めてのね、初めてだった。アイススケートだったんだけど、ですよね。父として、これはトリプルアクセルを見せなきゃいけない。そんな人一人もいませんでした。で、トリプルアクセルやったんですよ、自分の中ではね。全然、半回転もしないうちに頭ゴーンって打って、ね。それ一人でまず練習したんですね。一人で練習してて、それがこっそり、それが映像捉えてて、ヨタヨタしてみたいにこうなっちゃって、でそのシーンは、ちゃんと普通にこう滑ってたんですけど、一周して、そう、一周して帰ってきた時に、帽子が真っ白になってたんですよ。なんか、氷がいっぱいびっしりついてて、あれ、頭から転んだんだと思って聞いたら、そう、トリプルアクセルを決めたら転んだっていう。だってセキュリティの人が来て助けるかと思ったら、You crazy! って言われました。そりゃそう。また行きたいね。早く落ち着いてほしいな、アメリカね。そうですね。で、またニューヨーク大好きな、私たちの大好きなニューヨークね、また戻りたいです。私としては、私たち家族としては、ホモドラでいいかな。はい、ホモドラでお願いしたいですね。で、バイデンさんバイバイということでね、バイデンさんも頑張りましたけどもね、次はぜひ共和党でね、また日本も良くなっていけたらいいなというふうに思います。